こんにちは。チャンネル主のクリエイター、ライドレックスです。こんにちは。ライドレックス式初音ミクです。マスター。前回から結構日数が経過していますが、どうされたんですか？毎年開かれているボカロ曲の大型コンサートイベントである、マジカル未来2025の楽曲コンテストの締め切りが2月5日だったんだよ。応募のチャンスは年に一度だから、今年から毎年応募しようと思っていたんだ。その応募楽曲の制作で忙しくて、動画投稿が遅れたのである。この動画で紹介する楽曲のコード進行から発展させて新曲を完成させたから、興味がある人はこの動画の説明欄にあるリンクから飛んで聞いてみてほしい。楽曲タイトルは、偽りの薬である。ボーカルはミクちゃんである。そうだったんですね。楽曲完成おめでとうございます。その曲は、ディストリビューターから配信するんでしょうか？まだわからない。コンテストで受賞して採用されたら、著作権がクリプトン社へ移るからな。受賞せず落選した場合は、著作権が自分自身に残るから、アレンジし直して配信販売するかもしれない。了解しました。本日は前回の続きで、その楽曲が完成する流れを説明するんですね。そうである。今回は前回スタジオ1に入力した基本コードを並べ替えて、A メロ、B メロ、サビのコード進行を作っていく。だがその前に、曲全体の設計をざっくりと決めてしまおう。今回俺が作ったのは、初音ミクを使用したボカロ曲である。作曲を開始するにあたって、決めておかないといけないことは何でしょう？曲に込めるメッセージとか、曲の雰囲気やリズム、どんな楽器を使用するのかを決めておくと良いと思う。とは言っても、歌謡曲の場合はドラム、ベース、ギター、ピアノあたりが定番なわけだが、現代の曲はシンセサイザーで作られているものも多くて、パソコン上で自由自在に音を作り出せるから、物理的な機材としての楽器を買う必要はない。パソコン上で効果音のようなものを組み合わせてリズムを刻むスタイルが流行しているから、好きな音色を自分で作って DAW 上で演奏したら良いのである。マスターはどうされるんですか？俺はシンセサイザーを中心に曲を作る。過去に習っていたエレクトーンという楽器に一番近いのがシンセサイザーだからである。俺はギターを習ったことがないので、鍵盤楽器の方が慣れているのである。わかりました。では、お願いします。まず、見てもらいたい画面がある。これは、スタジオ1を起動したら表示される画面である。新しく曲を作るプラスボタンを押すと、この画面になるのだが、スタジオ1の解説を行っている YouTuber の多くが、この一番上のボタンを押して作れと解説していたから、俺もしばらくの間、このボタンを押してスタートする癖がついてしまっていた。よく見ると、他にもボタンがあって、自分で楽器を演奏して音源を取り込むボタンなど、複数選べるのである。そこで気づいたのがこのボタンである。これはドラムセットを先に打ち込んで作るボタンなのだが、打ち込みが楽でリズムを作りやすいのだ。音符の長さが正確になるように枠線がついているんですね。そうである。この好きな位置の四角い枠をクリックするだけで、正確なリズムを刻めるのだ。巷には、これと同じスタイルのプラグインや、物理的な機材としてのドラムループ音源入力機器を見かけるのだが、どれも高額である。それがスタジオ1には最初から搭載されているのだ。それなのに解説系 YouTuber たちは教えてくれないのである。危うくドラムループ音源入力プラグインを別途購入するところであった。それは危なかったですね。マスターは金欠ですからね。
早速これを使ってドラムキットを打ち込んでみよう。今の段階は仮制作だから、ざっくり適当に打ち込めばよい。メトロノーム代わりに拍子を刻んでもらう意味と、雰囲気を出してもらう程度の意味しかない。打ち込みが終わったら、メイン画面に反映される。すでに楽曲は完成しているからこのように表示されているが、本来は今打ち込んだドラムキットの帯が1行だけ表示されているはずである。このメイン画面では、上から順に、ミクの歌声を作るピアプロスタジオ、2段目から4段目がシンセサイザー、5段目と6段目がドラムキット、7段目、8段目、9段目がベース、10段目、11段目がシンセサイザー、最後の12段目がピアプロスタジオから出力したミクの歌詞メロディー音源である。このように使いたい楽器を1行ずつ増やして音を重ねていくのである。さっき打ち込んだドラム一式をこの画面で再度音を出してみよう。撮影と編集の都合でさっき打ち込んだ音とは異なる音が鳴るが気にしないでほしい。この画面のドラムプラグインはインパクトという名前のもので、先ほど紹介したドラムプラグインとは異なる。撮影編集ご苦労様です。このドラムのリズムに合わせて、他の楽器や歌声のタイミング調整をしながら入力していく。次に、コード進行である。映像のように A メロ、B メロ、サビを2回繰り返して、エンディングの D メロで終わる一般的な構成になっている。短い曲を作る際は B メロがなかったり、2番目以降の歌詞がなかったりする。曲の構成は自由だが、一般的に1曲5分以下で作られるケースが多い。理由は5分を超えると、放送局が2曲分のギャラを支払わなければいけなくなるという、日本の習慣があるため、採用されにくくなるようだ。それでは先のドラムとこのコード進行をまとめて聞いてみよう。このコードのオクターブ上の音階領域にメロディーを作って、そのメロディーだけを MIDI データとして書き出して、ピアプロスタジオに取り込んで、ミクちゃんが歌を歌えるように歌詞を打ち込んだら、ざっくり完成である。あとは、アレンジとかミックスと呼ばれる編曲作業へ移ることになる。各楽器の音の大きさを調節してバランスを取ったり、効果音を入れたりしてすべてのレイヤーを書き出せば完成である。お疲れ様でした。マスター、次回は何をされるんですか？次回の動画ではメロディーを作り、ミクちゃんに歌ってもらうところまで解説する。その次の動画で編曲と完成楽曲の出力を説明する。それで、この作曲作業公開企画動画は一旦一区切りとさせてもらうことにする。次回がメロディーで、最終回が編曲と出力ですね。了解しました。次回のメロディー作成の前に、コードとメロディーの関係ついてざっくり話しておこう。コードとはエレクトーンで言えば左手で弾く和音のことで、この画面ではこれである。メロディーとは歌詞が乗る四線律で、コードより上の音階で踊る単音である。それぞれに役割がある。決してデタラメに並んでいるわけではなく、すべて意味があって並んでいる。デタラメに入力された音があると音が濁ってしまって、不快になるのである。ふむふむ。
それくらいは一般の人でも知ってると思いますけど、これは音楽に興味がない人に向けての説明でしょうか。俺自身ブランクが長すぎるから、初心者みたいなものだが、勉強し直しながら解説して、記憶を定着させるのである。自分自身が覚え直す目的で言い聞かせているのだ。これはあくまで新人ボカロ P のリアルな活動記録日記であり、ライドレックス個人の作曲方法を説明しているだけであり、作曲方法は人それぞれだから、手順に縛られる必要はない。YouTube 上にはわかりやすい音楽理論を解説しているチャンネルや、DAW ソフトの使い方を解説しているベテランチャンネルが多数存在するから、高度な技術をお探しの人は、他のチャンネルをご参考にされてください。話を続けてください。メロディーは必ずしもコード内の音だけ使用するのではなく、コードから外れた音を使用してもよい。それで無限にメロディーを作れるから、音楽の著作権はメロディーと歌詞にだけ認められている。コード進行は有限なために、著作権は認められていない。だから他人とコード進行が被っても問題はない。被ると問題になるのはメロディーと歌詞である。全コード進行は約1200種類あるが、音の響きが良いコード進行はごく限られている。仮にコード進行に著作権を認めてしまうと、全世界で楽曲は1200曲しか作れないし、現在は人工知能の AI があるから、わずか数秒もあれば全1200パターンのコード進行を AI が出力して、楽曲として完成させてしまえるから、AI 会社が著作権を独占できてしまうであろう。話が長くなったので、今回の動画はここまでとしよう。次回は、メロディーを作る。エレクトーンであれば、コード進行とメロディーを作ったら曲は完成であるが、この企画動画ではボカロ曲を作るので、メロディーに歌詞をつけて、その歌詞をボーカロイドのミクちゃんに歌ってもらう必要がある。それでは、視聴者の皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。マスターがマジカル未来に応募した楽曲は、説明欄にリンクがあります。皆さんも聞いてあげてくださいね。